お世話になっております。まさるです。今回は CSMA/CA と隠れ端末問題について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず CSMA/CA とは何かをお話しします。その後に隠れ端末問題とは何か、そしてその対策までお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。無線 LAN は CSMA/CA というアクセス制御を利用しています。CSMA/CA はキャリアセンスマルチプルアクセス with コリジョンアボイダンスの略です。コリジョンが衝突、アボイダンスが避けるという意味なので、送信データがぶつかって衝突することを避ける仕組みが CSMA/CA だと思ってください。ではどのようにデータの衝突を避けるのかというと、 CSMA/CA では送信前に電波の空き状況を確認して空いていると判断した場合に送信データを送ることで衝突を避けます。例えば端末 A がアクセスポイントにデータを送っています。このデータは電波を使って送られているので、アクセスポイント以外にも他のクライアント端末に届きます。この電波を受信することで、こちらのクライアント端末は電波の使用状況を確認することができます。端末 B からすると端末 A が今送っているので待機しなければいけないと判断することができるわけです。この仕組みを使って複数の端末が効率的に電波を共用して利用することができています。次に隠れ端末問題についてお話しします。隠れ端末問題とは、同じアクセスポイントに接続している機器がお互いの通信状況を確認できずに同時に送信データを送ることで衝突が発生してしまう問題のことを言います。端末同士が距離が離れてしまっている場合や、端末間に障害物がある場合、端末同士でお互いの電波の利用状況を確認することができなくなってしまいます。そのような場合、CSMA/CA によるアクセス制御ができずに、端末が同時にアクセスポイントに送信データを送ってしまい、データが衝突してしまいます。データの衝突が発生すると再送処理が必要になり、スループットが低下してしまいます。これが隠れ端末問題です。隠れ端末問題は RTS、CTS で解決することができます。データを送信したい端末は送信前にデータをこれから送信しますよという意味の RTS を送信します。RTS がアクセスポイントに届いたら、 RTS を受け取ったアクセスポイントがデータの送信を許可する CTS という制御情報を送ります。 CTS を受信することで自分以外の端末が今送信しようとしていることに気がつくことができます。このように RTS と CTS を使うことによって隠れ端末問題を解決することができます。ただ、この RTS、CTS による通信制御は制御情報のやり取りが多くなってしまうので、通信が遅くなってしまうのではと考えた方もいると思います。わざわざ送信データを送る前にこれから送りますという RTS を送って、これからデータが送られるのでちょっと待ってくださいという CTS のデータが発生する分だけ、本当に送りたいデータの送信が遅れてしまいますからね。RTS-CTS はこのような制御情報の問題を解決するために RTS-CTS の設定をしたとしても、いきなり RTS-CTS を利用せずに何度かは普通に通信を試みます。そして何度か通信を失敗してしまった時に RTS-CTS を利用して制御するという仕組みに移行します。これなら通信しようとするたびに RTS-CTS の通信が発生するわけではないので、効率よく通信することができます。RTS、CTS を設定したとしても、できるだけ無駄な通信が発生しないように工夫されていますという話でした。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は隠れ端末問題について一緒に勉強しました。無線 LAN の機能としてハンドオーバーという機能を知っておくとさらに良いかもしれません。ハンドオーバーというのは端末が電波状況に応じて基地局を切り替える機能です。例えばアクセスポイント1と接続したまま移動したら、当然アクセスポイント1との距離が生まれて電波が弱くなってしまいますよね。移動先がアクセスポイント2の近くであれば、アクセスポイント2の方が電波が強くなります。この時にアクセスポイント1との接続を切断してアクセスポイントに2に切り替える技術のことをハンドオーバーと言います。
午前問題ではハンドオーバーに関する問題が出題されたこともあるので、ハンドオーバーという技術もしっかり覚えておきましょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。お後がよろしいようで。